はい、元ビトラムカーナです、ニューマシンというか最近注目のオートバイということでちょっとお話を伺ってみたいと思います。A 級の松本選手です。こんにちは。こんにちは、松本です。松本選手の最近のバイクもともと NSR でしたよね。はい、で VTR になってジャパンで優勝なんかして、はい、そんなこともありましたね。で今乗ってるこのバイクは何ですか？これは MT-03 っていうヤマハのバイクになります。一応ポリシーとしてはフルノーマルで乗っていこうということで、フルノーマルでもこれだけ戦えるぞっていうのを前面に出してやっていこうと思ってます。確かに今 MT-03 がすごく、人気で数が増えてるんですけど A 級で走ってるのは松本さんだけですよね。そうですね。あとは B 級で小坂部さんがもうじきA 級に上がってくると思います。で、A 級で戦える、NSR なんかを相手に戦っているということはやっぱりノーマルではないんですよね。いや、ノーマルなんですよ。それが驚くことにもう正真正銘のノーマルです。ですね、とりあえず、パッと見ノーマルじゃないとこ行きましょう。タンクキャップ、ノーマルじゃないです。これちょっとアマゾンで安かったんで、これね、タンクキャップノーマルじゃない、鍵ついてないです。もう行動走ること考えてないです。はい、これすぐタンク残量チェックしたいんで、これは必須ですね。あとメーターついてないです。メーターはこれなんか一応水温計とタコメーターと、なんかちょっと違うのがついてます。もっとなんか大きいのついてるイメージなんですよ。ライトも違いますよね。どんどん解体ショーですね。ライト、はい、もともとのやつがちょっと、重たいので、なるべくクイックに切り返していきたいなということで、外してみました。これなんですか、これ。これこれちょっと充電しない仕様に今なってまして、それで外から充電してあげる必要があるんで、ちょっとコネクタを外に出してます。何言ってるか分かりません。VTR の時もやっていたんですけど、なるべくフライホイールを軽くしてあげたいなということで、MT-03 でもそのフライホイールを外してやれと思ったんですが、構造的にちょっと外すまではできなかったんですね。でじゃあどこまで軽くできるかということで、内蔵されているマグネットまで掘りまして、摘出しました。でなるべく軽くして結果充電できなくなったっていう。走っても充電しないので、ラジコンみたいな感じで外から充電してあげないといけなくなっちゃったんですよ。VTR の時もそうですけどね。でも結構そういう仕様っていうのは今業界で流行ってるみたいですね。どうですか、そのフライホイールを軽くすると何が一番変わりますか？やっぱりレスポンス、低速から上げた時のダッシュ力が全然違いますね。全然違います。でもフライホイール軽くなるとトルクは減るんじゃないですかって言われるんですけど、このぐらいの排気量、これ 320cc なんですけど、これぐらいの排気量があるとむしろそういうネガよりは回転中っていうのが多分そのジムカーナの競技で回転が一番落ちるセクションの一つだと思うんですよね。でそれぐらいクランクが回っていれば、そこからの開けた時のトルクの出方というのは思ったほどは落ちないです。それよりもタイヤが路面を蹴り始めてから吹け切るまでのダッシュ力が上がったメリットの方が高いかなと思います。エンブレってどうなっちゃうんですか？エンブレは基本的には効く方向に行っちゃうんですけど、ただそこは ECU なんで、エンジン屋さんというかチューナー屋さんというか、そこに出してエンブレが効かないように書き換えしていただいてます。つまり、フライホイール取っちゃうわけにはいかなかった。そこに本当は取りたかったんですけど、取ってしまうと点火しなくなっちゃうんですよね。ピックアップがついてるんで、 VTR はその点フライホイールにピックアップがついてないので外せたんですよね。MT の車両はそこができなかったんで、じゃあつけてる状態なんだけどどれだけ軽くできるかって言ってホリホリしたっていうことですね。ちなみに電池って見せてもらうことって可能ですか？電池普通のバッテリーですよ。これはですね、実はすぐに交換する必要がある場合が出ちゃうんで、工具を使わないとバッテリーにアクセスできないというのは非常によろしくないので、手で、簡単にシートが、こいつはこの超ネジを使ってるんで、これで外せるんですよ。なるほどなるほど。
でこのコンセントにしてるんで脱着がすごく早いですね。でスペアのバッテリーもコンセントつけてあるんで脱着して走り始めるまでに1分かからないんじゃないですかね。じゃあこれバッテリー自体の軽量化っていうのはできてないんです？はい、鉛がテストの結果鉛に落ち着きました。ですね、なんだっけ、リチウムイオン、はい、リチウムイオンバッテリー、僕が入れた銘柄に限ってなのかもしれないんですけど、11ボルト程度を切ってくると、突然2ボルトぐらいになっちゃうんですよ。そうですね、フェールセーフなのかわからないんですよ。で、2ボルトぐらいになってからは、自然に放置してると、だんだんバッテリー電圧が上がってくるんです、3、4、5。で、その3とか4とか5ぐらいの時の充電、すぐに充電器につないで復活させようと思って充電しても今度充電器が受け付けないのかフェールセーフが働いているままなのか、充電自体ができないんですよ。で鉛バッテリーはその点重いんですけど減るのも増えるのもリニアリティがすごくあるんですよね。だから扱いやすさっていう意味で僕は鉛にしてます。逆に今後他の例えばリチウムイオンでこのメーカーで試したらそんなことないよとか情報があればそれに変えてみたいなと思ってます。情報お待ちしてます。ということで、ちっともノーマルではないことが判明した松本選手の MT-03 ですが、どうですか NSR と比べて、VTR と持ってきて、どうですか戦闘力的に？戦闘力は常にいつも自分が乗り換えたマシンに対しては思ってるしそう言うんですけども戦闘力が勝てる戦闘力あると思ってます。ちなみにこれ車重とかどのぐらい？これ140だったかな。かなり軽いんですよね。かなり軽いです。重たいものこれ実はマフラーとかも本当はこういうマフラーがあるんですよね。サイレンサーですからであれも3キロぐらいあるのかな。3キロかそこいらでそれももう外しちゃって外した時の排気音っていうのもなんでしょう触媒がある関係で思ったほど大きくないんですよね。でトルクの出方なんかもそんなに特筆してネガティブがあるわけじゃないんでもう取っちゃえと、で取っちゃってます。だからそういう意味ではかなり軽くなってますね。あとサスペンションなんかはどうなんですか？サスペンションはフロントフォークは、ステッカー見ていただいて分かる通りパワーバンド木村さんのチューンに加え、中にオーリンズのカートリッジを入れてます。これは MT-03 用があるんですか？用ですね。はい。ギアは、ワイズギアっていうヤマハのオプションメーカー、ヤマハ直系のメーカーですかね。ワイズギアのサスのアウターを使ってるんですけど中身はちょっとチューナーさんに出してチューニングしていただいてますね。お金の話してあれですけど、投資額どれぐらいで乗れそうですか？投資額ですか。よくサングロムっていうね有名な言葉がありますよね。これは多分 1.5MT もいってないんじゃないかな。これはかなり安いと思いますね。もともと安い車体ですね。はい、もともと安くて、自分自身がそんなにお金をかけて作り込めるようなところにいないっていうのもあってなるべく少額で効果が出るように吟味してクリックしてますんでそうですね。だから本当はホイールとかも前後マグ入れてる選手もいると思うんですけど、だからこれも多分変えるとさらに軽くなると思うんですけど、一応足りてるかな要はっていう感じです。そうですね。A級での松本さんの走りを見てる限りではオートバイに何か問題があるというところはないですね。多分自分に問題が十分な成績じゃないですか。いやまだまだ頑張ります。でもとりあえず狙うは総合優勝。はい、してみたいですね。総合優勝いけそうですか？行きたいですね取りますって言わなきゃダメなんですよね。NSR と VTR ってね実はそれぞれあるんですよ。だからこいつにも取らせてやりたいなと思って頑張ってるんですけどやっぱり A 級のエントリーその名簿を見るとみんな自分より速そうな人の名前がバーッと出てるんですよねだから厳しいですよね。でも頑張ります。ちなみに松本さんといえばブレーキターンなんですけど、はい、ありがとうございます。それに対して何かオートバイはしてたりはしないんですか？
ブレーキタン用の作り込みですか、それはね多分ないですね。それはさっきからノーマル言ってますけど、多分そこは本当にないですね。ただやっぱりクラッチつないだ時に低速トルクがないと回転が止まっちゃったりとか、そういうのがあるんで、一定以上の低速トルクのあるバイクじゃないと多分難しいと思いますけどね。ということで、1.5MT で、A 級のトップクラスで走れる仕上がりになるということです。お買い得です。皆さん買ってみてください。です。さあ続きましてスタートしていきますので、0.17